皆様こんにちは。柳谷彩子です。今回はデタシェとマルテレについての補足のビデオです。ランセとポルテについてです。ランセとポルテという用語をあまり聞いたことがないという方もいらっしゃると思います。ランセはデタシェで、初めは割と速い速度で、そして終わりに近づくと速度を緩める運休です。こんなところに使われています。これはブラームスの2番のソナタの途中ですけども、それからベートーベンのコンチェルトの最初のところですね。これはどちらかというと真ん中の辺が割とスピードが上がるような気がしますけど、それからデタシェの乱世っていうのと、それからマルテレ乱世っていう人がいるんですけど、そうなってくるとこう最初のスピードが速くて、こんなボーイングです。ただ私はディレイ先生に生徒として、それからまたアシスタントとしてほぼ20年近くご一緒させていただきましたけれども、先生からあんまりこの乱世という言葉は聞いたことがありませんでした。この表は前にもお話ししたように、アシスタントからアシスタントに引き継がれて長年渡ってきたもので、今となっては誰がまとめたものなのかちょっと分かりませんけれども、多分ディレイ先生が生徒さんのノートに手書きで書いたものを誰かがタイプしたものじゃないかと思っています。一音ずつ意味を返すデタシェには厳密に言えばかなりのバリエーションがあります。乱世をアクセントのつかないマルテレと言っている方もいらっしゃいますし、また乱世を全然違う意味で使っている人もいますので、この用語についてはあまり気にしなくていいと思います。強いて私の感じで言うと、マルテレはこうハンマーという言葉の通りバイトが最初につきますから、ちょっとこう破裂音な感じにしますけれども、こう私の感じとしてはこう乱世というのはこのビリヤードの球のスティックがこう最初にすごくやって、それでこう止まるみたいな、そんな感じのイメージで理解していただければと思います。ただ私自身も乱世という言葉は使いません。というのはそれだけで乱世だけでっていう音楽の箇所っていうのはすごく少なくて、いろんな組み合わせを持ってやっている場合が多いからなんです。ポルテ、デタシェポルテは弓の始めに圧力がかかって徐々に軽くしていく奏法です。乱世っていうのは速度が最初があって、それからゆっくりになっていくんですけど、今回は圧力が少しかかって徐々に軽くしていく奏法です。圧力といってもマルテレと違ってアクセントをつけるのではなくて、こうちょっとこう押したグッといってないで押して圧力がかかるような感じで、音符の上ではこれですね、このテヌートっていうのはこの棒を書くんですけど、これが音符ですけども、その上に棒がついてる、これをポルテの場合ですね。それからさっきの乱世でこういうふうに書いて逆ですね、これね。テヌートとそれからダーツ点があることなんですけども、それで表して乱世のように弾いてほしいと書いてあるのも時々見かけます。ただこれはこう全て完全なものでなくて、こういうふうにということですから、例えば点ですけど、点っていうのはいろんな意味があるんですね。次回からちょっと飛ぶ奏法についてお話ししたいと思うんですけど、例えば
点っていうのはスピカートの意味であったりスタカートの意味であったり、ただただこう音が分かれているだけであったり、それからとてもちょっと短く弾いてほしいとか、文脈によって解釈しなくちゃいけない、そんな感じがあるんですね。ラミアンはポルテの説明をするのに、プロコフィエフのコンチェルトの第2番のところからここのところを挙げていますけれども、このプロコフィエフの第2番のコンチェルトをよく見てみると、ありとあらゆる種類の記号が楽譜についてるんですね。例えばアクセントでついているとか、スラがついてるのにアクセントがついてるとか、それにこうダーツって点がついてるとか、それからテヌートマーキングがついてるとか、いろんな見てるだけでも面白いっていう感じにいろんなマーキングがプロコフィエフの楽譜についてるんですけど、例えば一番最初の音にはアクセントがついています。その次には点がついています。その次にはスラーがついててアクセントと点がついています。ここはアクセントだけです。これがこのいろんなマーキングが、もちろん作曲家自身プロコフィエフがつけたんですけども、これがその自分の表現したいものをやるために本当にこうバイオリンに精通しててこうアクセントとかつけたのか、それともオイストラフの助言に基づいてつけたのか、それを調べるのは興味があるところですけれども、ともかくどちらにしてもこのいろんなこうアクセントであるとか、マルテの奏法であるとか、ランセだとかポルテだとか、そういうのはこうプロコフィエフの音楽、彼自身にとってその音楽を表現するのに欠かせないものであったっていうところが重要なところではないかと思います。ポルテは一音一音返す奏法ですけれども、それをレガートの中でこう圧力をしてこうちょっと緩めるように弾く奏法になるとポルタートと呼ばれます。ランセとポルテというのは少しこう用語の人によって使い方が違ったり少し混乱が起きてますけれども、ポルタートっていうのはしょっちゅう使われる言葉です。一番先に思いつくのが多分メンデルソンのコンチェルトの第2主題のところですね。見えますでしょうか。こう少し私はこうやって押してるんですけども、このボーイングのことをポルタートと言います。ランセもポルテも違う言葉で、例えばブラッシングストロークとかテヌートをつける奏法とかでこの言葉自体を使わない方も多い、私も含めてですけど、それで同じボーイングのことを説明してるっていう場合も多いんですけれども、ただ誰かがランセでとかポルテでって言った時に何のことかなというよりは知っていた方がいいかなという感じです。ただランセもポルテも交互に使うことなんかも結構多いです。例えばここのバッハのとこなんですけど、最初の音はポルテです。
最初のところは少し圧力ですけど、あとはこうスピードを使ったり、こうランセとかポルテというのはこうシンプルデタッシェと違って、シンプルデタッシェっていうのはこの前申し上げたように、こう音が見えたらこうブロックが並んでるみたいに、こうダダダダダダダってこう並べるように弾けるようにっていうことだったんですけど、このランスにしろポルテにしろポルタートにしろ、これは表現のための奏法ということになります。基本的には全く圧力が同じでスピードが同じことができるようにしといて、それで速度が変わった場合にランセになるとか、それからこう圧力を入れた時にポルテになるとか、そういうことです。どちらにしてもいろんなこう表現力っていうか、いろんな奏法が使えるようになると、自分の表現力が広がって、こう自分の持ってるパレットにいろんな色がすでにあるっていうようなことだと思います。今日でそのデタッシュとマルテレが終わりまして、次回はこれの一番最後にバウンシングボーというのがあるんですけど、これは飛ぶ奏法ですね。スピカートなども入りますし、そういう奏法について何回かに分けてちょっとゆっくりご説明したいと思います。それではまた次回にお目にかかりましょう。